こんにちは、あきかです。今日もインドからお届けします。前回の動画すごい反響があったんですね。2020年にゲートが閉まるっていう話のやつで、私なりのちょっと見解というかね、お伝えしたことを出した時結構やっぱり反応がすごくあったなっていう感じなんですけど、なんでまずあの動画を出したかっていうと、要はそのスピリチュアルな人がさ、結局私の周りにはすごく多くて、そういう情報がさやっぱいっぱい入ってくるんだろうね。で、私あんまり人の情報とか入れないようにしてるんですけど、やっぱFacebook とか見てて、もうあまりにすごいそういう動画なんだろうね、そういう書き込みとかが出てきてて、で、あと今ちょっと関わっているなんだろうな、講座の人とかさ、あとはその知り合いとか、まあいろんな人からそういう話を聞いて、なんだみたいななんだみたいな感じで、そうで、私なりのちょっと見解っていうのをお話ししてみました。で、あの動画の中でも言っていますけれども、やっぱり安心ほっとするっていうとこがもう最高潮なんですよね。最高潮、これ以上上がない状態ですから、ここを本当に大事にするといいと思うんですね。で、それ以外にさ、だからやっぱ不安なこととか、こういうなんていうのかな、スピリチュアルなことっていうのもさ、なんだろう、ノストラダムスの大予言じゃないけどさ、2000年に何か起きるとかさ、まあこういう最近の話だと2012年に何か起きるとかさ、ね、これも2020年に何か起きたり、でこの後に何か起きたりって感じでさ、なんか話が変わって、毎回毎回こういうことに私たちって左右されてるのかな。なんかやっぱりエネルギー的には変わるものはあると思うんですけど、そこで、なんか不安になったり、なんていうのかな、怖くなったりとか、早く何かしなくちゃっていうさ、集合意識が、たくさんの人がそういう意識を不安な方に向けるっていうのはさ、逆効果にやっぱなると思うんですね。結局またそういう気持ちが出てくると、そういうようなことをもしかしたら引き起こすのかもしれないし、あっち行ってきて、じゃあ。そう、あとなんだろうな。そう、不安な波動っていうのは、要はさ、そういうような現実、集合意識って私たちの意識一つ一つが、全てその意識がまとめられて今の地球の出来事になってくるわけだから、本当にね、なんか地球のために平和にしないとかさ、なんか世界平和とか戦争なくすとかさ、なんかいろんなことあると思うんですけど、そういうなんか、あとほら動物の何か、そういうなんか何かを虐待とかなくすとかさ、あと子供の虐待なくすとか、なんかそれぞれのいろんな負のものみたいなものってあると思うんだけど、そういうものをなくしたいって思うんだったら、まず自分が整ってないとっていうところだよね。自分が、平和であれば、そういうものっていうのもだん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 、だから意識を向けるものが増えるんですよ。もうこれね、引き寄せがそういうことなんだよね。なんかひでえ話だなと思うんだけど、意識向けるとそうなるよっていう感じだから、とりあえずなんて言うんだろう、意識向けないようにするっていうこと。だから目の前に起きてることって幻想だからね、本当に幻想のさ内容がさ、いろんな種類になるってことなんですよ。2020年にゲートが閉まるになってみたりね、マヤ暦の予言になってみたり、ノストラダムスの大予言になってみたり、あとなんだろうな、まあその動物の虐待になってみたり、戦争になってみたりってさ、いろんなものがあるわけじゃん。この目の前で起きてることがね、気にしてるっていう自分がもちろんいいんだよ。気にしててそれに対して携わっててもいいんですけど、一回自分整えようよってとこですね。こっちが整ってる状態で、じゃあもう一回見てみた時に、あなたはどうやって思いますかっていう、こっち側を見て行動するんじゃなくて、こっちをまず整えてからその後っていう感じなんですよね。
その後に本当にそうやって思うんだったらそうやって行動すればいいけど、こっちが整ってない状態でこっちばっかりやっていくと、なんだろうのかな、本当に自分が成し遂げたいことっていうのもなんか逆効果にもしかしたらねなっちゃうかもしれないし、もったいないから、そう自分自身を整えるっていうことがすごい大事なんですね。で、なんかちょうどそういう話をしてた時に、ちょうどこれってさ本当にいい機会なんですよ。こういう不安なことがなんか気持ちが出てきてたりとか、なんていうのかな、今までのカルマがやっぱり出てきてる時だから、みんなですよ。それは目の前にその2020年に何か起こるっていうことがすごいとかじゃなくて、こういう時に不安な気持ちが出てきてたり、何かしなくちゃとか、なんかそうやって自分が思うっていうそのことは目の前の現実にすごい入り込んでるってことを教えてくれてるってことだから、チャンスなんですよね。あとはそのカルマっていうのかな、何かの思い込みが出てるっていう自分のなんていうのかな、今までの総仕上げじゃないけど、今までご自身がいろんなことを、地球で体験してきて、それのさみんな総仕上げの人たちだからね、今世終わったら宇宙戻るっていう人がたくさんいるんですよ、今世。それのためにどんどん今みんな波動をどんどん上げてる、もともと持ってる波動に戻ってるんですよね。こうやって重りをこうポイ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 って捨てながら、もう元々の自分の波動になってるっていうのは、今世終わってから宇宙に、要は戻るっていう人が多いからっていうのもあるんですね。だからこんなチャンスはないというか、こういう時にこそこんなに自分は翻弄される自分がいるんだ。だから前提としては目の前の現実は幻想だからね、できてる、いろんな出来事っていうのは、なんだろうな、映画ですから、やっぱそれに対して自分がこんなに感情が出てくるっていうところ、そこにねやっぱフォーカスして、それをだから統合のね、ダイヤモンドがどうとか、やっぱああいうのって要はさテクニック的なものなんだよね。テクニック的なものでそのやり方が自分に合ってなかったりするから分かんないんだと思うから、そのやり方ができてないからどうとかじゃなくて、じゃあそれがちょっと難しいと思うんだったら違うやり方にして、ブロック解除でもいいし、あとはヒーリング受けてみてもいいし、自分でできるんだったらやってみてもいいし、あとはなんだっけ、なんか白バラテクニックとかね、クーさんとかも教えてくれてるけど、そういうのやってみてもいいし、とにかくいろんなやり方があると思うんですね。そういう自分の思い込み、あとインナーチャイルドのワークでもいいし、そうだな、過去世のワークでもいいし、その時に自分がピンとくるもの、自分と向き合うチャンスなんですよ。自分自身の内側から出てるからね、目の前の現実っていうのは全部映し出されてるから、こういうことが起きた時にもうこのパターン何回も繰り返してますからね、みんな。私も含めて何回も繰り返してきてるから、それに対して掘り下げをもちろんしてもいいんだけど、ある程度まで掘り下げたらこれは取るチャンスってことなんですね。取るとか、こう次の周波数に変えるチャンスっていう感じだから、ここに対してフォーカスしていろんなワークをしてみるといいと思うんですね。私もブロック解除の動画出してますから、よくこうブロック解除とかあんまりあのやり方だとできるという言う人もいれば、なんかちょっと他のも出してくださいっていう人いますけど、どのぐらいやってるのかって話なんだよね。いっぱいやるといいと思うんですよ。自分がしっくりくるワークをね、いっぱいやって、それをこうもう何て言うのかな、日常生活に生かすというか、日常生活の中でそういう感情が出た時にどんどんそれで外すとか、並木さんのダイヤモンドがしっくりきてる人はダイヤモンドの統合のワークをその時その時にやったり、違うワークでもいいけどね、そういうものをやったことによって自分自身がさ、本来の自分に楽に戻っていくことができるから、チャンスなんだよね。そうだから、なんていうのかな、どれがやっぱりしっくりくるか、その技術的なものでしっくりくるかってことを、たくさんやる、自分のためにたくさんやるっていうのがすごい大事だし、あと不安な波動とかいろんなそういうなんていうのかな、今の現実に翻弄されるような気持ちが出てきてるっていうのは、要は目の前の現実に自分が入り込んでるっていうことだから、もうなんていうのかな、どんなことが起きてもだよ、これから先に今の本当にいい機会だから、ここで皆さんこのパターンを何回も、もう前世から何回も繰り返してるってことだから、あ、もう今朝日入ってたなみたいな、
こういう情報に翻弄されてる自分がいたなっていうのをどっかで確認してればいいと思うんですよね。そうすると要はもう入らなくなってくるから、だんだんこれはこういうのは形を変えてどんどん自分が気にすれば出てくるってことなんですね。この先も私たちは今私41歳今度42歳になりますけど、40歳ぐらいの人だとしたら、あと20年ぐらい生きんじゃない？ 30 年ぐらいだとすると30年間まだいろんなのが出てくるわけじゃん。そう出てくるわけだから、この機会にもう入らない練習をしていくみたいな。で今出てる感情とかそういうものを外していけば、要はもうその中にどんどん入らなくなってくるから、だんだん自分がね落ち着いてくるから。これがだからやっぱりこうチャンス出てきやすい時だからチャンスなのかなと思うから、いろんなワークをして外す。であれもこれもこれもってワークを習うんじゃなくて、そのワークを生かすってことなんですよね。よく考えた時にさ、私やっぱブロック解除をずっとやってきてたじゃないですか。3年間は自分の要は外してきたんだよね。思い込みとか自分のなんていうのかな、考え方の癖とかっていうのとさ、やっぱ向き合ってきたんですよ。だから今の自分があるんですね。だから別に外さなくたっていい人だっていっぱいいると思うんですよ。だけど何か不安な気持ちが出るんだったら、やっぱり何か外す必要があるっていうのでこう浮き上がってきてるとチャンスですから、これ外した方がいいよねみたいな。なんか統合してみたり、ブロック解除してみたり、ヒーリングやってみたり、潜在意識の書き換えやってみたり、メンタルブロック外してみたり、ヒーリング受けてみたり、何ですかね、前世の書き換えやってみたりかな。これってわかるかな、言ってることが。ここはどこかでチャンスなんですよね。要はもう本当に元々の自分の周波数になるために潜在意識に入っていた恐怖心とかが上に上がってきてくれてるんですよ、潜在意識のとこに。だからこれは私に教えてくれてるみたいな、外す必要があるよっていうのを教えてくれてるから、今そういうことに自分がなんていうのか認識してるっていうこともあるし、今動画を見てくださってる方っていうのはこれ聞いてるわけだから、要はもうねハイヤーが伝えてるんですよね。ハイヤーセルフって本当に完璧ですから、今が外すタイミング、今が統合するタイミング、今ヒーリングするタイミングみたいな感じなんじゃないかと思うんですね。このなんかチャンスをいかになんていうのかな、これから生きていくのに本当に軽やかに生きていきますし、何の不安もないんですよ。だから不安に思う必要はないですから、そういうことにこう翻弄される自分っていうのが、要はその世界に入っていたっていうことだけですから、ほっとしていただいて、あとはそうやって出てくる感情、それに向き合うというか気づいて、どんどんこう自分なりにいろんなワークをしていくといいと思うんですね。そうすると本当に楽に進めるようになりますし、これからのだから地球のさ、今の地球もどんどん波動上がっていますし、もうこれからももっと軽くなっちゃうんだろうね。軽くなっちゃうから、それにさ、もう対応した自分になるための準備ができてるから、こういうことが起きてるってことなんですよね。ですからご自身が思うようになんかやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまた何か動画撮ります。ではでは。